マッスルウォッチングの高根です。今日は運動してから体重が減るまで体の中で何が起こっているのか全部詳しく解説していきます。レッツゴー。まず今まで何も運動していなかった人が運動すると体がすごく一回運動しただけですっきりしたような感覚があります。これはただ単に体の水分、むくみが取れたことによってなんだかこう一回やっただけなのにめちゃくちゃすっきりしたなっていうのはこのせいです。ただこれってただ単にむくみが取れてすっきりして見えるだけなので筋肉量とか脂肪の量とかっていうのは変わってません。筋肉量や脂肪の量が変わるっていうのはやはり1ヶ月ぐらい期間がかかります。ですから毎日毎日運動することによってむくみが取れていく、むくみが取れていってすっきりして見えるんですけれども、1ヶ月経つまでは筋肉とか脂肪の量っていうもの自体は変わっていません。ですから1日トレーニングしただけでその次の日からサボり出すともちろん何も変わっていません。1日やってむくみが取れた、でも筋肉の量も脂肪の量も変わっていません。そして運動すると普段よりもお腹が空きます。お腹が空くのでたくさんものを食べてしまうかもしれません。ですから運動をし始めた人って最初は体重が減るどころか増えてしまう傾向があります。これは運動してお腹が減ってたくさん食べて、非常に健康なことでこれは痩せるまでの過程として必要なことなんですけれども、最初ちょっと体重が増える人が多いです。その結果運動したのに体重が減るどころか増えているということで、これ運動してもしかして筋肉がついて体重が増えちゃったんじゃないのかというふうに心配してその時点で運動をやめてしまう人がいますが、これはただ単に運動して食欲が旺盛になって物を食べて体重が増えたというだけです。そもそも数日や1週間そこらで筋肉の量とか脂肪の量とかというのは変わりません。変わるものっていうのは体の水分量だけです。朝起きてから寝るまでの間、この間だけでも若ければ 3,4 キロぐらい体重が変わります。普通の人でも 1,2 キロぐらい体重が変わるわけですね。で普段から 1,2 キロ体重っていうのは上限してるんです。上限してるんですけど、運動してない時とかダイエットしてない時っていうのは体重あんまり測らないからその体重の増減に気づくことはないんですけど、運動しだすと急にみんな体重を測り出します。体重を測り出してすごくグラム単位で何グラム増えた何グラム減ったっていうことを気にしだします。そうするともし仮に体重が増えたタイミングで体重計に乗った時にもしかして筋トレしたせいで筋肉が増えて体重が増えたんじゃないか、こういうことを考えてしまいがちですが、そうではありません。筋肉や脂肪は1ヶ月単位ぐらいでしか減ったり増えたりしません。昨日やった筋トレのせいで今日も筋肉の量が増えているなんてことはありえません。ですから運動しだして少し体重が増えるっていうのとか1日の間で何キロか体重が多いタイミング少ないタイミングがあるということはしっかり覚えておいてください。仮に運動じゃ毎日続けたとします。毎日続けていて1週間経って何も変わってません。2週間経って何も変わってません。3週間経って何も変わってないとなるとだんだんこう運動することが本当にダイエットにつながってるのかっていうことが疑心暗鬼になってくると思います。もしかしてこの運動やってるけどごつくなってるんじゃないか、筋肉がついてしまってごつくなってさらにその上に脂肪も乗って体重が増えてしまうんじゃないか、こういうさまざまな不安に駆られると思います。年齢が20歳ぐらいで今までリバウンド経験もなければ1ヶ月ぐらいでダイエットの成果が出ることっていうのは多々あります。しかし年齢が30になり40になり年を重ねていくごとにどんどん成果が出るタイミングっていうのは遅くなってきます。40代を過ぎるともう1年間やり続けなければ成果が出ないと、そこら辺までやってきます。小さい時に運動経験がなくて筋肉の使い方がよく分かっていない人、リバウンド経験がある人、年齢が40以上になっている人、この3つに当てはまるのであればダイエットの期間っていうのは1
1年間かかります。1年間毎日コツコツ続けていれば1年後に成果が出ると思ってください。今まで積み重ねてきたものがそう簡単に変わるわけはありません。40年間運動していなかったのに1週間や2週間で筋肉の量が増えて脂肪の量が減って体重が落ちてなんていうことはありえません。少なくとも健康的なダイエットではそうはなりえません。確かに飲まず食わずだったら体重は減るかもしれないんですけど、さらに筋肉も減って脂肪もつきやすい体質になってしまいます。そしてまたリバウンドです。話を元に戻します。運動してなかった人が運動を始めます。そうするとまずむくみが取れて細くなったような気がしますが、まだまだ筋肉が増えたり脂肪が減ったりというタイミングには来てません。それが1ヶ月続けていたらちょっとずつ筋肉が増えて脂肪が減って、で筋肉が増えるとみんななんかすごくごつくなるっていうイメージがあるかもしれませんが、例えば大胸筋にだけね筋肉がついたらそれは大胸筋がめちゃくちゃごつく見えるかもしれないんですけれども、それはどこをどう鍛えていくかで変えることができます。お尻や背中や胸というのは非常に大きな筋肉でできていて、それだけに筋肉量を増やすことにおいてはその部分を鍛えた方が有効なんですが、ここばっかり鍛えてしまうとやはりごつく見えてしまいます。でごつく見えないためにはどうしたらいいのか。例えば足の筋トレをするときに前ももの筋肉ばっかり使っていると前ももの筋肉も大きな筋肉ですのですごく前ももが大きくなってしまいます。しかし内ももの筋肉ってすごく薄い筋肉です。そしてお尻の横の中殿筋っていうところも非常に小さな筋肉ですね。薄い筋肉とか小さい筋肉とかそういう部分っていうのはもう前ももみたいに太くなることができないんですね。しかしその体の機能であったり姿勢を整えていくためにはそういった筋肉っていうのはもちろん大事ですし、そこを鍛えていくことで体が美しく見えます。ボディラインが美しくなります。前ももの筋肉が大きければ大きいほど美しいと思う人はそこをたくさん鍛えたらいいと思うんですが、一般的な女性が細くて綺麗になりたい場合っていうのは内ももの筋肉であったりお尻の筋肉であったり中殿筋ですね。最近では、大殿筋も大きくしてお尻はこうプリッとしてた方がいいみたいな、いろいろな美意識があると思うんですけども、それは何が正しいとかじゃなくて自分の美意識に合わせて、鍛えたい部位を鍛えていくことで自分のなりたい体になっていくことができます。ですからスクワットをする場合でも普通にスクワットするんじゃなくてプリエスクワットとかワイドスクワットとかで内転筋内ももの筋肉を鍛えるような鍛え方をすると。ただこのフォームが間違っていると前ももの方に負担がかかっていって前ももの筋肉がつきやすくなってしまう。ただし自重でトレーニングを行っている範囲で言うとそんなにめちゃくちゃ筋肉がごつくなるということはないんですけれども、やはり筋肉量を増やしてもっとでかくなりたい人っていうのはこうバーベルとかダンベルとかマシンとか重たいウエイトを担いだ上でスクワットをするから筋肉が発達するわけですけれども、自宅で自重トレーニングをしている範囲であればそんなに太くなる心配はないにしても、女性にしたらやはりこれ以上前ももの筋肉がつけたくないと思っているのにそこに少しでもついてしまったらそれは嫌だと思いますので、十分にもう前ももの筋肉が発達しているんであれば前ももの筋肉を鍛えるということは行わなくていいです。その代わり筋膜リリースだったりストレッチだったりをしてあげて、そのごつくなりすぎた筋肉をもっと小さくしていくということをやっていく必要があります。それから特定の種目ばっかり毎日続けていくっていう人いますけれども、毎日その動作ばっかりやってたらやはりそこの部分しか鍛えることができないわけですね。内転筋とか中殿筋の種目だってたくさんありますし、一見同じような部位を鍛えるトレーニングであっても少しずつ負荷のかかり方とかって変わってきますんで、バリエーションは増やした方がいいです。一つだけをずっと毎日やるんじゃなくっていろいろミックスしながらやった方がいいです。そして体を細くしたい人、体脂肪率を落としていきたい人は筋トレの直後に有酸素運動を行うと脂肪燃焼の効果が
2倍になります。普通に有酸素運動をいきなり始めたらかなり長い時間経たないと脂肪燃焼されないんですけれども、筋トレをすると脂肪が分解されて、その後その直後に有酸素運動を行うとその分解された脂肪が燃焼されます。最初から分解してくれてるので燃焼しやすいわけですね。有酸素運動だけで脂肪を分解して燃焼させるっていうことになるとすごく時間がかかってしまうのが、筋トレの後に有酸素運動をやると、その効率が2倍になります。さらに有酸素運動の後にストレッチを行ってもらうと効果的です。もう筋トレ有酸素運動ですごく体が温まって柔らかく筋肉がなってる状態なので、その状態からなら普段よりも筋肉がよく伸びます。ということはストレッチの効果も上がるということです。運動前にストレッチもちろん行ってもいいんですけれども、その場合っていうのは筋肉がまだ温まってない状態なのでそんなに伸びないと思いますし、ぐーっとあんまり伸ばしすぎてから運動するのっていうのは良くないとも言われてますので、どっちかというと運動の前というのはもうウォーミングアップ、体を温めるためのストレッチ、運動の後っていうのは筋肉をぐっと伸ばしてあげるストレッチ、そういう風にしてもらうといいと思います。あと食事に関しても話しておきますと、例えば今食べた、例えば水を1リットル今飲んだとします。そうすると体重1キロ増えてるわけですよね。ですから物理的に取った質量が自分の体重にプラスされる、これが取った直後の起こる現象です。ただめちゃくちゃ食べ過ぎたって言っても、その質量的にたくさんのものを、入れるっていうのは結構限界があると思います。水を3リットル飲んだらその時は3キロ増えてるわけですね。当たり前ですけど、ペットボトルを持ってる状態と同じですから。ただその何を取るかによって体の中で代謝されていくっていうのが変わってきます。例えば体に必要な、タンパク質であったり、炭水化物であったり脂質、ビタミン、ミネラル、こういった栄養のあるものを適切にとっていくと、その筋肉の修復だったりとかさまざまな生活に必要な、脳とか内臓とかの、そういったものの栄養として使われるわけですね。それに使われるので、カロリーが自然と消費されていくということです。だから体が必要な栄養のあるものを取れば、たとえ最初に取った質量が、多かったとしても、それは燃焼されるというか消費されていきますね。ただこれが例えばアイスとかジュースとかみたいに、そういった体の、脳とか内臓とか、皮膚とか、筋肉とか、そういったものを作るのに必要ないものが入ってきた場合ですね、これはどこにも必要とされてないものなんです。どこにも必要とされてないとなればどうなるかというと、脂肪として溜まってしまうということです。ですから食べるもののカロリーとか皆さんよく気にするんですけれども、実際はそのカロリーというよりも何を食べるのかっていう内容ですよね。確かにカロリー取った時、重さを取った時っていうのはその取ったものがそのまま体に残ってるんですけれども、きちんと栄養価のあるものを適切に取っていたらそれは消費されますから問題ないわけですね。何が問題あるかというと、何の栄養も入ってないものを取った時、これが、体脂肪として残ってしまうので問題があるということです。最初は食べ物の重さによって体重が変動するんですけれども、その1ヶ月とかの範囲で見ていくと、ある程度のスパンで見ていくと内容が大事になってきます。内容がいいものを取っていたら、きちんと消費されます。内容が悪いものを取っていたら体の中に残ってしまいますということです。あともっと細かい話をしていくと、運動することによって非常に体全身の血行が良くなってきます。血行が良くなってくると代謝も良くなってきますね。肌のツヤとか色とかも良くなってきます。ですから筋トレしたりとかさまざまな運動をすることが、美容効果があると言われているものは、そこから来てますし、血流が悪くなったりとか、実際血管あるんだけどその血管が使われなくなったりするっていうことが、俗に言う老化ですね。これがシミとかシワとかの原因になるわけですけれども、それも運動することによってかなり改善されるので、
運動してる人っていうのは非常に見た目が若く見えると思います。筋トレイコール筋肉が太くなってごつくなって体重が増えるっていう感じで、そういうイメージを持ってる人も多いと思うんですけれども、実際その自宅で行う自重レベルの適切な運動量、僕の場合だったら1日10分ぐらいをおすすめしてますけれども、1日10分ぐらいの筋トレを行ったところでですね、筋肉がそんなにごつくなりようがないんですね。相当その、間違った筋トレの方法で特定の部位だけを太くしてしまうようなやり方をしない限り、自重トレーニングでそこまで筋肉量を増やしていくということはなかなか難しいです。ですので、自重トレーニングというのは本当に女性が美しいボディラインを保つために最適な方法です。最近にはさらにお尻を大きくするためとかに、ダンベルとか、マシンとかを使ってより高い負荷をかけることによってお尻だけヒップアップさせるみたいな、ものとかも流行ってきてます。もちろんそういった負荷のかけ方をすると、その部分というのは大きくなるわけですね。運動しだしてから体重が減るタイミングに関してなんですが、まず最初ちょっと体重が増加する人が多いです。これは筋トレしたり運動したりして食欲が増すから、その分食べてしまって、増える。ただこれはすごく健康的なことですので、この状態を何も悪く思う必要なくて、通過点ですね。で、そこからだんだん体重が落ちてくるフェーズが来るんですけれども、その体重が落ちてくるフェーズっていうのが、若い人だったら1ヶ月ぐらいで落ち始めてくるし、30代とかだったら3ヶ月から6ヶ月の間で落ちてくるし、40歳とかだったら半年から1年の間で体重が落ちてきますと。で、その体重が自然に落ち出すところまで健康的な運動と健康的な食事をずっと持続させないといけないわけですね。で、この健康的な運動と食事をずっと持続させることがなかなかできないという人が多いです。それなんでなのかというと、運動していい食事をとって1週間ぐらい経ったらみんなやっぱり体重が落ちてほしいというふうに思ってるんですね。でも1週間経っても落ちない、2週間経っても落ちない、1ヶ月経っても落ちないってなると、もうやってる意味がないんじゃないかということになって運動をやめちゃう、いい食事もやめちゃう。で、その結果、また体重がさらに上がってしまうと、これが大体のパターンです。大体のパターンだと分かっていながらもみんなそのパターンにはまってしまいます。やっぱりやったらすぐ成果が欲しいんですね。で、やったらすぐ成果が出ることって結局一番最初に言ったようにむくみを取るような運動というのはやった直後にすごく成果が出やすいです。足パカみたいな運動だったりとかワイドスクワットとかでもそうなんですけれども、結局そのリンパが流れてるような鼠径部のあたりをですね、刺激してあげることによってその足の筋肉ってもちろんたくさん量も多いところなので、そういった部分を動かすことによってむくみが取れるので、太ももを測ったらですね、やる前よりもやった後の方がむくみが取れたおかげでマイナス3センチになってました。こういう話っていうのは非常に多いわけですね。で、これを繰り返していけば、2日目もじゃあまたマイナス3センチになってまたマイナス3センチになって、マイナス3センチずつ減っていくわけではないんですよね。今日むくみが取れてマイナス3センチになったとしても次の日の朝にはまた元通りになってます。だからもう1回足パカをやったらまたマイナス3センチにはなるかもしれないんですけれども、それは元に戻った状態からのマイナス3センチなので実は何も変わってないわけですね。むくみが取れただけ。でもこれを1ヶ月2ヶ月3ヶ月繰り返していく中でむくみじゃなくって本当に脂肪の量が減って、必要な筋肉がついて、必要な筋肉がつくということは非常に形のいい足になる、体全体そうなんですけれども、必要な筋肉があるおかげでこの体の形が保たれているわけですね。だから筋肉がなくなってきたら全部皮とか、肉が垂れ下がってくるわけです。それが老化と呼ばれるものなんですけれども、筋肉が多ければ体が上に上がるというか、綺麗な曲線を描くと、そのことによって運動してると若く見えるということになります。多くの場合は体重が増えたり減ったり増えたり減ったりを繰り返しながら徐々に減っていくわけですよね。
いきなりこうガーンって減って、また一切それより増えることなくいきなりまたガーンって減るなんてことはないんですね。で、みんなこう停滞期とかいう言葉を使うんですけど、それって普通なんですよね。こう減りっぱなしっておかしいじゃないですか。運動したらした分だけ、体重がどんどん減っていくともう体重ゼロになっちゃいますから、その体がその生命を維持するために、必要な体重がどのぐらいなのかってこう見定める期間なんですよね。たくさん運動するんだったらたくさん筋肉量をつけとかないといけないし、動き回れるために脂肪も落とさないといけないし、たくさん動くんだったら体重も軽くしとかないといけないと、そういう風に体が認識してそう変わるまでの期間を皆さん停滞期と呼んでるんですけど、それは体が正常な、体の在り方をただ単にこう探してるんですね。一回筋トレしてで筋肉がいきなりボンとついて脂肪がガーンって減るんだったら、でその状態がずっと運動し続けるんだったらいいんですけど、みんなそうじゃなくって、運動する日があってしない日があって、する日があってしない日があって、このしない日があるんですよね。しない日があるっていうことは、しない日がある人にとって筋肉をそんな増やす必要もないですし、脂肪をそんな減らす必要もないんですね。ずーっともうこう運動しっぱなしの人だったら、そういうアスリートみたいな体になっていくんですけど、それはその運動するからそういう風にならないと体的に不都合が起こるからやってるわけです。週に1回しかトレーニングをしない人のためにアスリートみたいな体に体は適応してくれないんですね。要は体っていうのは一時的な刺激を受けただけで騙されてしまってはいけないんですね。毎日刺激を受けることによって、これは毎日続くもので自分の体を変える必要があると判断したタイミングで体が変わります。そうじゃないと生物的にやっぱり生きていけないんですね。脂肪をたくさん身にまとってる人っていうのは全然動かないから身にまとってるわけですよね。筋肉をたくさん身にまとってる人っていうのはアクティブに動くから身にまとってるわけです。単純に行動した結果が出ているだけ。じゃあ毎日運動してるからといって素晴らしい体になるかというと、それはまた別ですよね。毎日勉強したからハーバードに合格できるかというと、これはまた別の問題です。そこにはこう量と質の問題があります。いい質の運動をたくさんの量やったらいい結果が出ます。でも質の悪いことをどんだけたくさんやっても、結果は出ないわけです。ですからもし自分が全然結果が出ないんだったら、それはもう質が悪いというふうに思ってもらった方がいいです。質を上げるにはどうするのかというと、簡単なところで言うとやはりフォームを見直すことですね。自分が効かせたいところに効くようなフォームになっているか、あとは、有酸素運動でいうと心拍数がちゃんと上がってるかですね。心拍数が上がらないと脂肪燃焼の効率が悪いです。全然息切れもしないようなものって有酸素運動で言いませんので、もう息が切れて仕方なくってこう呼吸もできないぐらい息が切れてる状態、ここまで心拍数を上げていくっていうことが一番効果的なんですけど、有酸素運動で、そこまで心拍数を上げてなかったら心拍数をどのぐらい上げていけるのかっていうことをやっていく。ストレッチで体を柔らかくした場合も呼吸を止めてたら全然体って柔らかくなっていきませんね。きちんと正しい呼吸でストレッチをやって、これが質を高めていくということになってきます。全然痩せないっていう人を1回見ただけでですね、その人がなぜ痩せないかっていう原因がすぐ分かるんですけど、痩せない人のほとんどが正しいスクワットのフォームを取れません。逆に言うとめちゃくちゃスクワットのフォームが上手い人っていうのはすごくトレーニングの成果が出てる人が多いです。完璧なスクワットができるのに全然痩せないなんていう人、僕は見たことがありません。ですからまず最初はスクワットをきちんとできるかっていうところ、ここを質を高めるレベル1と考えてもらったらいいと思います。今日いろいろちょっと話してきたんですけど、非常に複雑な話なんですよね。で、当たり前なんですけど、体を変えていくことにおいてこれさえやればいいとか、簡単にできるっていうことではないんですよね。その自分が理想のものを得るんであれば、それなりのものが必要になってきます。ただこれまでも言ったようにですね、1年間続けていて成果が出ないなんていう人はいないんですね。
たまにこう何年か続けてるっていう人いるんですけど、よく話を聞いたら1週間に1回しかやってなかったとか、そういうことで、全然本質的にはできてない人が多いので、きちんと毎日ですね、1年間続けていたら、必ず成果っていうのは出てるはずです。やはりこの続けていくっていうことがすごく難しくって、みんなダイエットをなんかこう1週間で終わらせようとか1ヶ月で終わらせようとかっていうふうに考えてるんですけれども、健康的な生活っていうのを死ぬまで続けていかないといけないわけですね。とすると終わりってないわけです。ですからこう毎日自分が無理なくできることっていうのをどんどん毎日積み重ねていくっていうことが、自分の理想にどんどん近づいていくっていうことなんですね。辞める人の特徴は、すごい短期間の間だけめちゃくちゃ頑張ろうとします。1日、何回も、筋トレ有酸素ストレッチの時間を作りますと、朝昼晩、何回もやりますと、そういうふうに言ってくれるんですけれども、残念ながらそれって死ぬまで続けられないんですよね。そういう期間があってもいいんですけれども、まずこうベーシックなラインで自分が1日10分だったらできるんだったら、その1日10分の、中の質を高めていく、内容を高めていくということが非常に大事です。質の悪いことを何時間やってても一緒ですから、有酸素運動だったらきちんと息が上がるまでできているか、スクワット、ワイドスクワットだったらちゃんと内転筋の筋肉が意識できて、その部分が筋肉痛になるかどうかとか、そういった部分を気にしないといけません。最後にまとめますと、運動しだして体重が落ちるまでいいことも悪いことも繰り返します。いいことも悪いことも繰り返す中で、いいことが起こってる間は別に何も気にしなくていいんですけれども、悪いことが起こってる時にじゃあどういうふうに改善したら良くなるのかっていうことを、誰かに聞いたり自分で調べたり、習いに行ったり、そういったことが必要ですし、それをやりながらもずっと継続していくっていうことが大事です。悪かったら改善する、だけども続けていく、いいことも悪いこともずっと繰り返していきます。この動画を見てる人は、運動しだして、少ししか経ってない人が多いと思うんですね。実際、3日やっただけとか1週間やっただけ、2週間、1ヶ月、3ヶ月、その程度の期間しかやってない人の多くの人が、これを見て、今後の自分は大丈夫なのかって不安になってる人が見てると思います。年齢や運動経験、リバウンド経験、それからそのトレーニングの質なんかにもよって、様々なそのタイミングで体重が減ったり増えたりします。数日で変動する体重というのはもう水分量ですね。で、1ヶ月とか月単位で変動するものっていうのは、筋肉量だったり体脂肪量だったり、そういったことも含まれてきます。その体重の変動だけじゃなくって筋肉がどのぐらい増えたとか脂肪がどのぐらい増えたとか、その筋肉と脂肪の、増減についてもきちんと知っておく必要があるんですけど、実際はその体重計で正確には測れないんですね。体重計で体重は正確に出るんですけれども、筋肉の量とか脂肪の量とかって本当に目安なんですね。2回乗ったら1秒後に乗っても筋肉量が変わってたりします。だからそのぐらいの目安でしかないんですね。実際はこう見た目で判断するしかなくなってきます。いろんな数字とか細かいこととかに左右されずに、一貫して行っていけば必ず成果は出てきますので、ぜひ継続してください。以上です。